こんにちは、やぎちゃんです。長野県松本市から車を走らせて1時間半。新穂高ロープウェイ、今の気温はマイナス4度です。3年ぶりです。まずは新穂高ロープウェイに乗って2156メートルの西穂高口を目指します。新穂高ロープウェイの運賃は荷物券も入れて往復で4800円。絶景ですね。着きました。なんだかちょっと真っ白です。真っ白。風冷たい。これより登山装備されてない一般のお客様立ち入らないでください。はい。吹雪の雪道を歩いて2367メートル、西穂山荘へ向かいます。北アルプス南部では唯一通年営業してるから冬でもいつでも行けるんですよ。歩き始めて30分ぐらい、西穂まで3分の2ぐらいのところまで来ました。ここからさらに急登が始まって上りになっていくので頑張ります。そして今回は初めての西穂独標を目指します。山頂からは360度のアルプス顔料帯の絶景が楽しめるみたい。頑張るぞ。こんにちは。久しぶりの西穂山荘です。想像よりも3倍くらい大きいです。西穂山荘。大変でございました。無事カチカチに凍っております。ただいまちょっと頑張ったからゆっくりしよう。6時です。外はマイナス10度らしい。朝ごはん行ってくる。朝ごはんです。おはようございます。ただいま時刻は6時18分です。お昼ご飯食べて、お昼くらいから独標行けたらいいなと思っております。じゃあちょっと今から完全防備になるので準備をして行ってきます。6時45分です。バッチリ防寒対策をして行ってきます。意外と風がスラスラしています。で向こう側が霞沢岳。ちょっと待って、こっちにピント合わせた。完全防備なんだけど風が強くて肌が痛いの。明神岳かっこいい。ちょこっと出てるのが穂高の方で、その向こうが唐沢カールです。朝の7時から3時間半ちょっと探したんだけど全然ライチョウさん出てこなくって、そこの西穂の独標に向かおうと思います。ライチョウ撮影の時は音を立てないようにできるだけスノーシューやアイゼンはつけずにつぼ足で移動しているのですが、この後は登山に切り替えるのでアイゼンをつけます。服装も完全防寒のフリースやダウンジャケットから中のフリースも脱いでハードシェルに切り替えです。行くぞ。はい、準備ができました。今日は快晴です。ちょっとずっとライチョウさん待機してたので行こうか行かないか迷ったけど、やっぱり独標は初めてなので登ってみたいなと思って、今からあそこをこう上がっていって、ギザギザを上がっていって、そこまで行ってきます。とんがってるところは
違って、その横のねちょっと丸くなっているところが目的地です。でさっきまでちょっとね椅子みたいにして風よけのところで稜線見てると風が強くて結構冷たいのだから、どんどん歩いて体を温めながら行こうと思います。すぐそこに見えるんだけど、もうさ150メートルくらいあって1時間くらいかかるみたいなの。すごいギザギザしてるし、アイゼンつけたからとっても歩きやすいです。よいしょ、行きます。道はこんな感じ。雪が閉まっていて足が沈むことなくアイゼンつけたのでガシガシ進めます。西穂山荘から西穂六標までの道のりは、コースタイムは約3時間、距離 2.3 キロ、上りと下りが同じで約350メートルの道のりです。西穂高岳六標は独立標高点の略で、西穂山荘から西穂高岳の山頂まで伸びる尾根に11個のピークがあるんだけど、その最初のピークが六標です。鎖場もあるから注意して進みます。意外と急登なんだよね。歩き始めて45分、岩々を越えて六標直下までやってまいりました。見て土入りのサングラスを作りました。なんかこれかけてたらめっちゃよく見えるの。ライチを探しながら六標までやってまいりました。あとは急に登って山頂を目指すだけです。結構急なの。どれぐらい急かというと、じゃーん、見えないね。そうです。そこのちょんってところまで向かいます。よいしょ。きれい。よいしょ。はい。あそこから上がってきました。上までは10分かからないくらいで来れます。よいしょ。もうそこにね、突標が見えています。よいしょ。よいしょ。はい。着きました。西穂高岳六標2701メートルです。タッチー。すごい綺麗なの。こっちが
西穂道標から360度絶景です。久しぶりの絶景です。じゃーん。奥が西穂で有名なジャンダルム。そこのとんがってるのが前穂で、その右が明神です。下の川が大正池とか上高地の方です。で、後ろに富士山が見えます。その横が北岳。ぐるっと回って手前のかっこいいのが霞沢岳。で、後ろに見えてるのが中央アルプスです。ひな撮ったところね、ライチョウの。ぐるっと回って奥が乗鞍で、手前が焼岳。綺麗。雲海の向こうに頭だけ出ているのが白山。素敵。着きました。午前中ライチョウさんに出会えなくてとっても悲しい気持ちだったけど、すごく天気が良くて最高の景色が見れたので幸せです。今の時刻が今の時刻が11時40分です。なので、急いで小屋に戻ってラーメンを食べます。よいしょ。そう戻ってきました。お腹減った。行動食持ってきたらよかったね。4時25分です。ライチョウさんが全く出てきません。日が暮れてきちゃった。かな。4時50分です。日が暮れてきました。一日頑張りました。一日頑張った後の夜ご飯は格別です。せっかくなので前回紹介しなかった小屋の中を探検してみようと思う。本館です。素敵。年末年始来た時はこっちで受付しましたね。ストーブが焚いてあります。西穂中案内所。本たくさん。こっちが食堂です。充電器あり。1時から消灯前までは無料で充電できます。コンセント6個。お手洗い。右が水道。これ歯磨きできるんですが、当期は水が出ません。
ペットボトルを持ってきました。お手洗い。女性のお手洗い3つ。全然匂いません。ありがとうございます。よいしょ。広いね。ログハウスみたいで素敵な雰囲気。私の部屋はこの別館の2階。あっちが売店。お部屋戻ります。ごちそうさまでした。パックンし忘れました。お部屋に戻ってきました。ちょっとね、せっかくなのでお部屋の過ごし方をちょっとしようかなと思っています。まず帰ってきたらすぐにお化粧を落とします。スキンケア用品はこのポーチに入っている。で、セラクレンズっていうオイル洗顔でオイルをつけるの。鏡持ってます。でも今日はほぼ日焼け止めしか塗ってないから、ちょっと寝かしてティッシュで拭きます。バックをします。ピアノとかって今日もそうだったんだけど、風がすごい強く吹いていて、あとマイナス15度とかなの。かなりお肌に負担がかかってると思う。いつもさ、頑張ってさ、スキンケアとかパックとかしててもさ、ちなみにこれはね、なんか視聴者さんがこの前くれたんだよね。化粧水たっぷりでありがたいの。ポイントは前髪に触れないようにすることです。前髪に触れるとペターンビチャーンってなるので、こんな感じ。これで5分ぐらいしばし待つ。その間にこの辺のお片付けをします。結構散らかってるのでね。体は AG プラスのボディシートをジップロックに使う分だけ1日2枚かな入れているので、脱いで体を拭いてパジャマを着るって感じです。これは外着なのでパジャマを着ます。秘密。メイク落ちて保湿できてさっぱりしました。で、その後にメラノ CC とクリームを塗ります。メラノ CC はなんかね、2、3滴って書いてあるんだけど、私2、3筋で、その後にキュレルのなんかフェイスクリームみたいなのがあって、それを100均のちっちゃいこれに入れて小分けにしています。これ結構塗るの。冬は結構乾燥して山小屋も暖房が結構効いてるので、お肌とかねカッサカサになるので、この2つは結構しっかりと塗ります。結構ベタベタなの。バッチリです。こんな感じかな。ちなみにメイク道具はこれだけで、ラロッシュポゼの BB クリーム使ってるんだけど、それを小分けにしたものと無印のパレットに全部入れてます。じゃん。ちょっとね、ボロボロなんだけど、これが眉毛とアイシャドウ。はい、これだけです。7時53分で消灯が8時半なので寝ます。枕がこうやってあるんだけど、寝るときはちょっと自分で手ぬぐいを巻いたりなどして寝ます。お布団、毛布で半分に折って下に引いてちょっとふかふかになるようにしていて、よいしょ、毛布に挟まって
朝ごはんです。2泊3日で西穂山荘に滞在してライチョウ撮影と西穂独標の登山に挑戦しました。前回の動画では過酷な条件でライチョウを撮影する様子を公開しているので、とっても可愛いライチョウの女の子の動画と写真も見てみてね。次回は長野から車で1時間半、雪の降った飛騨高山での車中泊の動画です。下界も結構寒い。お楽しみに。インスタグラムや X では山のコーデや撮影秘話などもリアルタイムで更新しているので、よかったらフォローしてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。